多分日本の多くの方はキューティーストリートがここまですごいっていうことを知らない人がほとんどな気がします。まだまだ過小評価ですよね、きっと。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、初ですね、キューティーストリート、キュートな球体、こちらのミュージックビデオを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ先日ですね、コメントでリクエストの方いただきました。キューティーストリートの歌声分析動画も公開してほしいということでですね、今回動画公開をさせていただきます。そして歌声分析をしたんですけれども、実力がものすごすぎましたね。声の魅力、テクニック、表現力、リズム感、どれをとっても素晴らしすぎました。そういった部分を徹底的に分析し、解説をしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、キューティーストリート、キュートな球体、歌声分析、GO！ ジャングルの中を探検中。めちゃくちゃ可愛いですねごめんなさい、歌声分析とは違った感想だったんですけど、いやさすが今話題のガールズグループですね。めちゃくちゃ可愛らしい。そしてさらっと歌ってるように聞こえると思うんですけど、めちゃくちゃ難しいフレーズですよね。メンバー全員で歌っているフレーズだと思うんですけど、歌詞がめちゃくちゃ聞き取りやすいじゃないですか。この声質をキープしたまま、この言葉の速さをですね、表現するの相当難易度高いんですよね。もう一回聞いてみましょう。ねやばいですよね。相当練習しているんじゃないですかね、キューティーストリート。で、細かい話をするとですね、言葉をはっきりと表現するためには、口の中の口腔共鳴っていうところの音色をメインにする必要があるんですよね。一般的にはね。ただここのポイント、めちゃくちゃ歌声可愛らしいじゃないですか。この可愛い声を表現するためには、鼻の中の鼻腔共鳴、こちらの音色を中心にする必要があるんですよ。だから僕の中の今までの歌声の概念では、ちょっとね、説明がつかないんですよね。それぐらいすごいっていうかね。おそらくなんですけど、鼻の鼻腔共鳴の音色を中心にして、口を大きめに開いて、レコーディングをしたんじゃないかなっていうふうに推測します。それじゃなかったら、本当に説明がつかないかなっていうふうに思っちゃうぐらいすごいフレーズ。すごい。で、そのすごいフレーズの合間でのピックアップっていうフレーズ。このピックアップっていうフレーズとピカチュウのピカーっていうのをかけてるような感じですよね。で、このピカーっていうのめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。こここそが鼻の鼻腔共鳴をメインで使った歌声ですね。先ほどから口腔共鳴とか鼻腔共鳴って言って何のことだっていうふうに思ってる方、多分多いと思うんですけど、鼻の鼻腔共鳴の音色を強調した声の出し方としては、歌声にですね、鼻声の音色を足すような発声方法になります。そうすると歌声って可愛らしくなるんですよね。ちなみに口腔共鳴っていうのは、普段日常会話で話しているような雰囲気で歌うような発声方法になります。もう一回聞いてみましょう。男性目線で見るとこの可愛らしさはキュンキュンしちゃいますね。一発でファンになっちゃうっていうか。このワンフレーズずつ歌いつないでいく歌割り、めちゃくちゃ素敵ですよね。こういったパート割りのポイントっていうのは、歌のスピード感をですね、ものすごく感じることのできる歌割りだったりします。楽曲のアップテンポな雰囲気と歌割りの疾走感、この組み合わせ最高に素敵ですね。で、声の出し方についてなんですけど、全員共通している部分があって、鼻の中の鼻腔共鳴の音色が中心の歌声作りになってます。
アイドルらしい、ものすごく可愛い雰囲気が歌声から感じ取ることができますよね。もう一回聞いてみましょう。よく聞くと少しだけ鼻声の音色って感じ取ることができると思うんですよね。で、声も可愛らしくなるし、声優さんみたいな声の美しさもあるじゃないですか。これが素敵ですよね。しかも一人だけじゃなくて全員この声を表現できるっていうのが素晴らしいと思います。で、僕今のところの最後に歌った桜庭さん、違うオーディション番組でですね、実は一番推していたんですよ。だからこういう風に活躍してる姿が見れるの嬉しいですね。前半が真鍋さんで後半が板倉さんかな。今回キューティーストリートの歌声分析するの初めてなので、もしかしたらメンバーの名前をですね間違って呼んでしまうポイントもあるかもしれません。そういったポイントがあったらぜひコメントの方でですね教えていただけたらなっていうふうに思います。で、真鍋さんの声なんですけど、この声が先ほどから言っている鼻腔共鳴の音色をすごく感じ取りやすい歌声かなっていうふうに思います。可愛らしくて美しくて、そして全体的に柔らかい雰囲気が前面に出てる素敵な歌声ですよね。で、鼻腔共鳴の音色だけかって言ったらそういうわけではなくて、鼻腔共鳴の音色が7割、口腔共鳴が3割、このぐらいの割合で歌声の音色作りをしてるんですよね。歌では3つの声を響かせる代表的なポイントがあります。先ほどから言っている鼻腔共鳴と口腔共鳴。そしてもう一つがですね、肺の中を響かせる胸腔共鳴っていう部分。この3つの歌声の響きをどのぐらいの割合でバランスをとって歌うかによって声質のおおよそって決まってくるんですよね。そしてそれぞれ役割があって、鼻腔共鳴はですね、主に声の音色のコントロール。口腔共鳴がですね、言葉の輪郭のコントロール。言葉をはっきりと発音させるとか、歌詞の雰囲気を明るくしたり暗くしたり、こういうこともできちゃったりします。で、胸腔共鳴がですね、声の太さだったり力強さ、この辺のコントロールになります。なので、真鍋さんの声は7割、3割ぐらいの割合なので、声の美しさを前面に出して、それでいて言葉の輪郭も適度にはっきりさせる。こういった感じの歌い方になってます。で、板倉さんの声がですね、真鍋さんとは逆みたいな感じの声の出し方ですね。口の口腔共鳴が中心になっていて、そこにほんのり鼻腔共鳴の音色をプラスしているような歌声。このタイプの声はですね、歌声の雰囲気が日常会話の雰囲気に近いような歌声になってきます。すごくナチュラルで親近感が湧きやすい歌声っていうか、なおかつ口を中心にしているので言葉がものすごく聞き取りやすいですよね。素晴らしいです。で、最後の古澤さんがですね、鼻腔共鳴 100% っていう感じの可愛らしい歌声でしたよね。もう一回聞いてみましょう。3人とも歌声の個性がいい意味でバラバラなので、ものすごく聞き入っちゃいますよね。川本さんの歌声なんですけど、可愛らしくて、なおかつものすごく幻想的な雰囲気がある歌声ですね。この声はですね、地声をメインにしてるっていうよりも、裏声の成分を主体として声を作ってるんじゃないかなっていうふうに推測します。これをですね、一般的にミックスボイスっていうんですよね。地声と裏声を混ぜたような歌声。これすごく難しい声なんですけどね。もう一回聞いてみましょうか。地声と裏声の境目がすごく滑らかですよね。そして地声と裏声の声質がすごく近いものがあると思うんですよ。なので裏声を地声に近づけているっていうよりも、地声の雰囲気を裏声に近づけるようなタイプのミックスボイスだっていうふうに推測します。素晴らしい歌声ですね。で、川本さんもですね、鼻の鼻腔共鳴が中心になってます。ミックスボイスを使う時っていうのは、鼻腔共鳴を中心にするとコントロールしやすくなってくるんですよね。そういう狙いもあって鼻腔共鳴中心にしてるのかもしれないです。
今の梅田さんと佐野さんと増田さんが歌っているフレーズなんですけど、すごく難しいリズムのフレーズで、実はここのポイント。3連符っていう一つのカウントの中に均等に3つ音が入ってるようなリズムのフレーズなんですよね。タンタタタタンタタタみたいな。この3連符っていうのは日本人はすごく苦手っていうふうに言われてるリズムです。ちょっと跳ねたような雰囲気あるじゃないですか。弾んだ雰囲気っていうか。こういう弾んだ系のリズムって日本人は苦手っていうふうに言われてるんですよね。もともと日本の音楽にはないリズムだから。文化的に馴染みが薄いっていうかね。ただ、さすがですよね。3人ともしっかりと弾んだ雰囲気を感じれるぐらい3連符を忠実に表現してるんです。歌声も可愛らしくてリズムも完璧。素晴らしすぎますよね。で、3人とも近い声の出し方をしてます。鼻腔共鳴中心の歌声。もう一回聞いてみましょう。で、声の雰囲気もめちゃくちゃ明るい雰囲気出てますよね。これどうやってるかっていうと、おそらくなんですけど、レコーディングの時に口角をこう上げて歌ったんじゃないかなっていうふうに推測します。顔の表情っていうのは歌声にものすごく影響を与えるんですよね。笑顔で歌うと明るい声になりますし、無表情で歌うと暗い声になる。おそらくこういった表情の特性をですね、うまく使ってレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに推測します。表現力も素晴らしいですね。ごめんなさい、止めますね。桜庭さんのワンフレーズでしたね。相変わらず可愛らしい声ですよね。僕が見ていたオーディション番組の時から変わらないこの可愛らしい歌声。ただ技術的にはものすごくレベルアップしてますけどね。で、桜庭さんもですね、鼻腔共鳴中心なんですけど、その歌声にですね、おそらく天性のものだと思うんですけど、息のこの音が混ざってるんですよね。これテクニック的にはウィスパーボイスって言われるテクニックなんですけど、普通はこれ狙ってやるんですよ。ため息をつきながら歌うような雰囲気でウィスパーボイスを使うんですけど、ただ桜庭さんはですね、自然と歌声に息の音が混ざっちゃうタイプの声の持ち主なんじゃないかなっていうふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。ね、よく聞くと、はぁっていうこういう息の音混ざってますよね。この歌声がですね、僕すごく大好きなんですよね。可愛らしいんだけど、そこに息の音が混ざることによって、どことなく儚くて、なおかつ幻想的に聞こえるっていう。で、狙って出そうと思っても、なかなか難しいと思います。いや、ものすごく元気をもらえるサビの雰囲気ですね。で、全員で歌っているっていうこともあると思うんですけど、おそらく一人一人ここのポイントは音域が上がったっていうこともあるんですけど、発声方法を変えてるんじゃないかなっていうふうに推測します。どういうふうに変えてるかっていうと、肺の中の胸腔共鳴の音色、こちらをですね、歌声に少しだけプラスしてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。先ほども説明した通り、声のパワーっていうのは胸腔共鳴で作られます。逆に言うと、口腔とか鼻腔でパワーを出そうと思うと、声って辛そうに聞こえるんですよね。で、このサビの部分の歌声、全然辛そうに聞こえないじゃないですか。っていうところから胸腔共鳴の音色を使ってみんなでサビ歌ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。もう一回聞いてみましょう。ただ胸腔共鳴を使ったからといって可愛らしさもなくなってないですよね。ここがね、すごい。普通胸腔共鳴使うと声が太くなってしまうので、可愛らしい声からちょっと雰囲気変わっちゃうのが一般的なんですけど、声質を変えずにこの力強さを表現できるっていうのがすごすぎますね。こういうところから普段からトレーニングをめちゃくちゃ頑張ってるんじゃないかなっていう風に想像しちゃいます、僕。可愛いですね。人気絶大な理由がですね、少し分かりましたね。歌声のポイントは、
ものすごく迫力があるし、可愛らしい魅力があるし、で、美しさもある。で、こういうセリフのポイントがめちゃくちゃキュンキュンしてしまいますよね。このギャップにですね、みんなやられちゃうんじゃないかな。もう一回聞いてみましょうか。ね、すごい素敵ですよね。これは一発でファンになっちゃいますね。いや、リクエストありがとうございます。で、歌のボイストレーニングもやってると思うんですけど、演技だったり、声優さん的なボイストレーニングもやってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。セリフになった時の歌声の美しさが尋常じゃないじゃないですか。これ多分歌のボイストレーニングだけだったら表現できないと思うんですよ。いや、多分、ファンのためにめちゃくちゃ努力してるんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。全員で歌ってるにもかかわらず、声のまとまり感が素晴らしいですよね。自分以外のメンバーの歌声に声を合わせるような、そういった歌い方をしてるんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ね。すごいですよね、この一体感。声質を他のメンバーにも合わせるっていうことと、リズムの位置もですね、ぴったり揃ってるんですよね。で、テンポに対するリズムの位置、ここはですね、合わせやすいんですけど、僕が言ってるリズムの位置っていうのは何かっていうと、子音を強調したポイントだったり、音を切るポイント、これ専門用語でスタッカートって言うんですけど、こういった細かいポイントまでメンバー全員ぴったり揃えてるんですよね。で、こういった部分ってやっぱりグループ練習をめちゃくちゃやらないと絶対に揃わないポイントなので、だからやっぱりめちゃくちゃ練習してるんですよね。感動します。で、今聞いたところはですね、3人とも声の個性がまたいい意味でバラバラな3人が歌いつないでいくポイントでしたよね。個人的にですね、板倉さんの声がものすごく好きです、僕。なんかミュージカル歌手みたいな、すごく歌声に説得力があるような雰囲気がして、なおかつ、口の中の口腔共鳴が中心になってるので、聞いていてホッとするような雰囲気もあるんですよね。ただ、ここの歌割りなんですけど、梅田さん、板倉さん、真鍋さん、みたいな並びになっていて、梅田さんと真鍋さんは鼻腔共鳴中心なんですよね。で、板倉さんは口腔共鳴中心っていう風に、声の雰囲気の変化がですね、ものすごく感じやすい歌割りになってるんですよね。この歌割りもですね、天才かなって思うんですよ。パート割りでも雰囲気の変化を表現するっていうね、もう一回聞いてみましょう。何度も繰り返し聞きたくなるような魅力がここのポイントにはあるような感じがしますね。かわいい。かわいいね。最終的にはかわいいっていう感想にまとまってしまうっていうね。いやー、素晴らしいですね。何度も言うようですけれども。あ、もうね、やばいね。歌声分析どころじゃなくなるかもしれない、これは。キューティーストリートが魅力的すぎてね。僕も昔はアイドルが大好きで、すごく追っていた時期があるんですよね。だから、その頃のですね、熱量がまた蘇りそうな予感。で、歌声分析に戻るんですけど、急にね。このサビから今聞いたところの切り替わり、ここも相当難しいですよ。これ作曲テクニックで転調っていう技法が使われてます。転調っていうのは簡単に言うと曲の中でキーが変わるんですよ。キーっていうのは音階っていう意味です。なので例えばサビがドレミファソラシドがメインで使われている音階でした。で、今聞いたところはドレミファソのソから始まるドレミファソラシドに聞こえる音階に変化しました。こういうのが転調って言います。
一番身近な例で言うと、最後の大サビでキーが半音上がりましたとかね。で、転調の何が難しいかっていうと、曲の雰囲気がガラッと変わるから音程を取るのがめちゃくちゃ難しくなるんですよ。その雰囲気の変化に注目してもう一回聞いてみましょう。ほら。すごいね。しかも転調一発目から歌メロディー入ってるじゃないですか。これ最高に難しいパターンですよ。それを平然と歌いこなすキューティーストリート。やばいね。音感がすごすぎる。このピッカーっていうとこ可愛いですよね。ここだけ延々聞きたいぐらい。で、誰が歌うかによってまたね、雰囲気も違うじゃないですか。やっぱりこの A メロのポイント、ここ A メロかな、ここのポイントの短いスパンでパートがチェンジしていくっていうのがめちゃくちゃかっこいいですよね。可愛いのにかっこいいみたいな。こういうパート割りもすごい難しいですよね。リズムを取るのがね。自分の歌い出しのポイントでうまく入れないとか、そういった苦労があるんですよ。こういうパート割りって。ただ完璧に決まったらものすごくかっこいいフレーズなんですけど、てかキューティーストリートの楽曲難しすぎません？歌。言葉の発音も難しいし、リズム的にも難しいし、しかも一人で歌うんだったら少しは難易度下がるかもしれないんですけど、グループで歌ってるじゃないですか。これがさらに難易度を跳ね上げますよね。最強のチームワークが要求されるっていうね。そしてその最強のチームワークをしっかりと表現しているキューティーストリート。素晴らしい。前半が板倉さんの後半が桜庭さんですよね。この板倉さんのキリッとしたような歌声やっぱり好きですね、僕。で、桜庭さんの歌声がすごく可愛らしい歌声じゃないですか。この2人で歌いつないでいくことによってのこの声質のギャップ、ここが聞きどころかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。で、板倉さんの歌声なんですけど、今の歌声を聞いてちょっと訂正します。先ほど口腔共鳴中心って言ったんですけど、中音域から低音域にかけては胸腔共鳴の音色もですね、歌声に混ざった感じになってますね。音域によって声の音色を変えて歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。中音域から低音域にかけては胸腔共鳴を使ってるので、声質が若干太くなるんですよね。これが先ほど言ったキリッとした歌声に変化したっていう理由なんですけど、いや、すごく器用な声の使い方をしてます。で、ここの桜庭さんの歌声はですね、もう9割方ビッグの音色ですね。声優さんみたいな可愛らしい歌声を表現しているポイントかなっていうふうに思います。で、古澤さんのキューティー。この声、ミックスボイスですね。さりげなくすごい歌声を披露してるっていうところがびっくりしちゃいます。で、今の増田さんの声なんですけど、先ほど説明した顔の表情をですね、うまく使った感情表現をしているポイントかなっていうふうに思います。最初の浮ついたり落ち込んだり、この辺の感情をですね、歌声から感じますよね。ここでレコーディングをするときにですね、顔の表情を無表情、あるいは悲しい表情で歌ったんじゃないかなっていうふうに思います。思いますっていうか、ほぼ間違いないですね、この声は。で、口はあまり動かさないみたいな、こういった歌い方かな。もう一回聞いてみましょう。で、すごいのがですね、様子がどんどん変わるんですっていうところから徐々に声がですね、明るくなっていくんですよね。これもですね、顔の表情で声の音色を変化させています。様子がどんどん変わるんですっていう風に歌詞が進むとともにですね、口角を徐々にこう上げていくんですよね。そうすると今の増田さんのような歌声の流れが作れるかなっていう風に思います。顔の表情だけでここまで大きく声の雰囲気を変化させるのもすごすぎますよね。ここで
セリフっていうよりもラップっぽい感じですよね。で、ここでですね、また声の使い方を若干変えてるんですよ。さっきリズムの話したと思うんですけど、そこで話した子音の発音の仕方、ここがメロディーを歌ってる時よりも強調されています。子音を強く出すことによって音が強い音に変わるんですよね。アクセントっていうんですけど、このアクセントが生まれているので躍動感がものすごいですよね。すごいかっこいいというか、もう一回聞いてみましょう。ほらね、特に川本さんのジタバタ、ここですよね。すごく子音の強調具合が分かりやすいポイント。歌の知識も相当すごいですね。かわいい。で、やっぱりラップのポイントは全員子音強調で歌ってますね。いや、こういった歌の基礎的な部分のレベルが高いと、どんなフレーズを歌っても、すごく魅力的に聞こえますよね。メロディーを歌ってるところはすごく可愛いし、ラップを歌ってるところはすごくかっこいいし、全員で歌っているところはものすごくパワフルで元気をもらえるっていうかね。やっぱり歌声だけとっても細かく分析すると絶大な人気を誇ってる理由っていうのがはっきりとわかりますよね。これも陰で相当努力しているからこその実力だと思うんですけど、素晴らしすぎます。ほらね、めちゃくちゃ元気をもらえるパワフルボイス。気持ちを 100% 乗せているようなサビですよね。だからこそダイレクトに歌声が心に届くというか。歌声可愛いチームですかね、ここは。佐野さん、梅田さん、桜庭さんのゴールデンラインつってね。本当に3人とも声優さんみたいな綺麗で可愛い歌声ですよね。で個人的に MV の映像の話なんですけど、ものすごく可愛らしくて素敵なフリフリの衣装を着ていて、バックがですねテントがあって、その後ろに自然が映ってるっていうところが僕はすごく素敵だなと思って、これもギャップかな。また歌声分析とは関係ないお話でしたけれども。てか大自然の中に美少女が8人いるっていうのがね、そもそも素敵すぎますもんね。それだね。ここも素晴らしい流れですね。真鍋さんの元気いっぱいの可愛らしい歌声から、佐野さんの幅広い音域を使った可愛らしい歌声。で、古澤さんのアニメボイス的な可愛らしい歌声。まあみんな可愛らしい歌声なんですけど、3つの可愛い歌声を立て続けに聴けるっていうね。ここも素晴らしいポイントですよね。この母音が「う」の言葉を歌ってる時がですね、めちゃくちゃ可愛いんですよね。多分唇をですね「う」っていう風にこう突き出すような形で発音してると思うんですよね。ピカチュウ、I want you みたいな。女性の方ぜひねこれやってください、カラオケで。特に好きな男性の前でね。あ、可愛いっていう風に思われますから。言葉の発音の仕方まで可愛いを追求するっていうところがですね、素敵ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら。ね。ってなってますよね。これだ。可愛い雰囲気が最大限に発揮される言葉の発音の仕方。僕みたいに男性がやるとあまりよろしくないですけど、おえってね、気持ち悪っていうふうに思われそうですけど、女性がやるとですね、これ効果絶大なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ぜひやってみてください。そして、やってみていい効果が出たらですね、ぜひコメントで教えてください。
かわいいね。歌ってるわけでもなく、ラップでもないんですけど、かわいいね。いろんなキューティーストリートの魅力を感じ取ることのできる MV ですね。この MV だけで相当ファン増えたんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。いい声。今の佐野さんの声なんですけど、ものすごく基礎的な部分がですね、安定してるんですよね。で、歌の基礎って何かっていうと、腹式呼吸っていう呼吸法と、あとは体の使い方。この2つが歌の基礎的な部分です。この2つがですね、安定していないと、どんなに練習しても歌って上手くならないんですよ。ただ逆に言うと、この2つがしっかりしていれば、ものすごく歌が上達するっていう、そういったポイントなんですけど、佐野さんはですね、呼吸法と体の使い方がすごくレベルの高い声の出し方をしてるんですよね。で、声の音色をですね、鼻腔共鳴メインにしているから可愛らしいっていう雰囲気が前面に出てはいるんですけど、声の安定感がですね、えぐいことになってるので、可愛くてホッとする歌声っていう雰囲気が出てますよね。もう一回聞いてみましょう。でよく聞くと全体的に音を切るテクニック、スタッカート、こちらも使ってるので、ぐいぐいと前にですね、歌で引っ張っていくようなかっこいい雰囲気も出てるし、いや、めちゃくちゃ歌うまいですね、佐野さん。またワンフレーズずつですよ。この後大サビが来るっていう流れなのかな。一人一人のドアップやばいですね。キュンキュンしてしまいますね。真鍋さんの歌声もですね、安定感素晴らしいですよね。で、音域が高いにもかかわらず、柔らかい声を表現するっていう、この技術も素晴らしすぎます。おそらく声を出す方向のイメージをですね、後ろに引くような感じで歌っているんじゃないかなっていうふうに推測します。声を出す方向のイメージによっても歌声ってめちゃくちゃ変わるんですよ。前方向がですね、一番強い声になります。で、自分の顔をですね、こう横に向いて分度器としてイメージをしてもらって、0度が強い声で180度に向かっていくにつれて柔らかい声になっていくっていう、こういった性質があります。おそらく真鍋さんは先ほど言ったように高い音域になればなるほど声を後ろに引く、そういったイメージで歌っているんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。最後の「うーイエー」も可愛いですね。飲み物を持ってね、乾杯ってことかな。かっこいいね。そう、自分で言って今気づいたんですけど、この可愛いのにかっこいい、これが最高に沼りますね。で、今のサビの入りも決めって言われるポイントなんですよね。全楽器隊がですね、同じリズムで演奏するポイント、バッバッバッみたいな言葉で言うとすごくね、伝わりづらいとは思うんですけど、で、この決めのリズムにですね、歌のメロディーのリズムをしっかりと点で合わせることによって楽曲全体のかっこいいパワーが生まれるんですよ。だから可愛いだけじゃなくてかっこいいんですよね、キューティーストリートって。ここがすごいなって思って、どっちか片方じゃなくて両方の魅力をですね、一曲の中で表現するって相当すごいと思います。もう一回聞いてみましょう。ね、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。このかっこよさを表現するために必要なのは声質じゃないんですよね。リズム感なんですよ。何度も言ってるスタッカートだったり子音の発音の仕方、こういったところですね。歌声も最強に可愛いし、リズム感も最高にかっこいい。
で、声の表現力の幅も広いでしょ。多分日本の多くの方は、キューティーストリートがここまですごいっていうことを知らない人がほとんどな気がします。だから今でも十分ものすごい人気だし、魅力もものすごい伝わってると思うんですけど、それでもまだまだ過小評価ですよね、きっと。いやー、今回の動画でですね、それを世間に伝えたいですね、僕は。今のピカピカな未来のところのリズム感もすごいじゃないですか。普通だったら、ピカピカな未来って歌うんですよ。でも、ピカピカなみたいなスタッカートをしながら子音もしっかりと表現する。普通ここまで徹底的にはやらないですよね。もう一回聞いてみましょうか。ほら、ね。川本さんのこのリズム感が素晴らしすぎますね。でも声は可愛いっていうね。ここはブレない。それがすごいですよ。かっこよさを表現すると歌声の雰囲気までかっこよくなりそうなもんですけど、可愛いをしっかりと主体としてそこにかっこいいを装飾するみたいなね。いやー、やばいね。ういからのこの全員で歌ったフレッシュでパワフルな歌声っていう流れね。歌割りも天才ですよね、これ。歌声の音圧を使った抑揚がものすごくメリハリがついていて、こういった部分にもどんどん引き込まれますよね。やっぱり佐野さんの声の表現僕すごい好きですね。こう広く音域を使った声の表現っていうか、すごく日本人にとって分かりやすい表現方法なんですよね。この音域を使った表現っていうのは。日本人っていうのは音域が高くなると強い感情を感じます。で、逆に低くなると弱い感情を感じるんですよね。なので、佐野さんみたいにこういう風に音域を使った表現を使うことによって弱いところから力強く、そして力強いところから弱くみたいな、こういった抑揚をですね、伝えることができるんですよ。ミュージカルとか演技とかやってたりするのかな、佐野さんは。表現方法としてはそっちに近いと思います。もう一回聞いてみましょう。で、最後の増田さんのパートになってすごく落ち着くっていう流れね。一人一人が個性をしっかりと表現している中で、やっぱりこのメンバーとのつながりの部分もですね、しっかりと意識したような歌い方にもなってますよね。やっぱりチームワーク最強ですよ、キューティーストリート。かわいい。かわいい。ここはね、めちゃくちゃ可愛いお二人ですね。デレデレポイント。いや、嬉しくなりますね。こんな素敵な映像と歌声を聞かせてもらうことができて。板倉さんの歌声が、キューティーストリートの中ではお姉さん的な感じになってんのかな。心安らぐ瞬間っていうかね、僕の中でですけど、いい意味で板倉さんだけ声の雰囲気が他のメンバーと違うっていうか、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。最後のあも可愛いしね。すごくいい声ですよね。やっぱりここ歌える気しないですよね。めちゃくちゃ早口だから、すごく難しいと思う。で、最後にこのフレーズが来てくれると、すごくホッとしますね。なんか嬉しいっていうか、一番最初に聞いたフレーズだから、既視感があって、初見でも、あ、知ってるってなるじゃないですか。それがなんかね、嬉しい、僕的に。何か消えましたね。球体、そういうことか。球体を掴もうとしたら消えちゃったみたいなことか。なるほどね。最後の最後で歌詞とのつながりを表現するっていう映像の流れね。あと10秒あるんで見てきますね。
うん。あ、終わりかな。なんか嬉しそうですね。みんなニコニコして消えちゃったみたいな感じなのかな。いやー、素敵すぎましたね。以上、キューティーストリート、キュートな球体、歌声分析はここで終了です。いやー、素敵すぎましたね。僕が以前オーディション番組で推していた桜庭遥さんが所属しているグループということで、キューティーストリートっていう名前の方は知っていたんですけど、今回リクエストをいただいて、キューティーストリートのものすごい魅力を知ることができて、本当に嬉しいです。今回の動画をきっかけにですね、もし他の楽曲も歌声分析をしてほしいっていうリクエストがありましたら、ぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。リクエストが多かったらですね、引き続きキューティーストリートの歌声分析動画も継続、あるいは強化期間というものをですね設けて、集中的にキューティーストリートの歌声分析動画を公開するっていう企画もですね考えていきたいなっていうふうにも思っておりますので、ぜひ皆さんのご意見をですねコメントで教えていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。